こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日はこの座敷からお届けします。わびチャンネルを登録してご覧の皆さんからこのようなお問い合わせというか希望をいただきました。水石や盆栽で床の間飾りに掛け軸を使うけれど、ちゃんとした掛け軸の扱い方がわからないので教えてほしい。そういえば今では掛け軸をきちんと扱う場面がありません。今回はその内容を少しだけ皆さんにお伝えしたいと思います。床の間の上から失礼しています。まずは掛け軸の取り扱いをする前に、掛け軸というものの使用の内容をお伝えしましょう。このように表具という仕立てで掛け軸が作られています。まず絵や書が書いてある本紙というものがあります。この本紙を囲むこの表具、これのそれぞれの部位の名前がございます。まずこの上下の色が違うとこ、これはまさにそのまま上下と言います。そしてその周りを取り囲む場所、これを中回しと言います。上と下に帯が引いてあります。この帯と必ずこの上の縦の布は同じ切れが使われます。この2枚の帯を、これを一文字と言います。必ずこの一文字はよく見てください。上が幅が広く、下が幅が狭くとなっています。上から下がっているこの帯のこと、これを風帯と言います。その先に見えますでしょうか。小さく布がぴょんと出ています。これは適当だったのではなくて、わざとこうなっています。ここを露と言います。朝晩に露が降りるのを露と書きます。平安時代、この掛け物というものが大陸から渡って出た時に、炭やこういうところに外からの空気で虫が近寄ったんです。よく牛がハエを払うのに尻尾を払っていますね。あれと同じようにその風を受けてこれが揺れたんです。で、この先にお香や虫よけのそういうものをつけたと言われます。それによってこのそのものが傷まないようにした露払いという言葉があります。あれはここの露からその言葉が来ているものです。軸を押さえる棒の先、これは茶室飾りとして塗りの軸棒が使われていますが、これが唐木になったり、焼き物で染付になったり、最後は象牙という格になるものもあります。様々なものがありますが、その書や使う内容によってこの表具や軸棒は変わっていきます。まずはこのような掛け軸の構成されている内容は理解しておくと、この後がお分かりになると思います。掛け軸の取り扱い方法。絵画の中でも掛け軸というのは現代では特殊なものになっています。額の絵が多い中、巻いてあるもの、これを取り扱うということは一つの作法があります。修練してその作法を身につけることで、どのような古いもの、大切なもの、これの絵や中身を傷めない長い間に培われたそのルールを皆さんがご理解することで、盆栽界水石界に残された掛け物を守りつなぐことになります。長い時間をかけて体に染み込ませる。ここから始まります。掛け軸には2種類の姿が大別してあります。一重箱というその作品が入っているもの、二重箱という
箱の中にもう一つの箱で保存されているもの。基本的にはこの2種類があります。まずは二重箱の取り扱いをご説明しましょう。必ず掛け軸というのは手で持ち上げてやるものではありません。万が一の粗相がないように必ず開ける片方を床につける。その上で蓋を開け、上げるときだけは下をこう持ち上げて下ろしてこれを引き抜くと、上に布がかぶっているものがあります。開けるときは直接開けないことです。箱の角が折れます。少し開けて前ずらす。それによってスンと開きます。必ず題名の確認というのがあります。画家はその絵に対して与えた名前があります。この絵の場合は旭日という名前があります。本人のまたは鑑定家による裏に箱書きがあります。このようなものを確認して蓋を改めておきます。その時に保護する布があればいいですが、ない場合は箱を表で置きます。裏向きに置くと箱書きが擦れてしまいます。なるべくこの形で置きます。中身を取り出すときも同じです。必ず片方を上げ、ほんの少し持ち、抜き出すように持ちます。自分の手の上に置きますが、掛け物はとてもデリケートなものです。握りしめるのではなく、そっと支えるように持ちます。必ずこのようにきちんとした結びがありますが、結びをほどき、それを外し、この時点で必ずこの結び紐を避けてください。それからおもむろにかけるのではなく、まず画題を確認する。そのためには一度ここで開きます。相方がいるときには、向こうを持つときは必ずこの脇ではなく、この多頭の部分を持ってください。そうすればこの切れが傷みません。お一人でやるときには畳に置き、もしこれがよれが強いようでしたら、先ほどのこの上蓋で押さえる。よれがない場合はそのままで大丈夫です。ご自分で理解してるにしても、一度ある程度確認をする。その上でもう一度良いかどうかを見てみるわけです。よし、これで良いというところになったら、もう一度巻き上げます。この巻くときですが、畳の上で巻くときも床でもですが、ギュッギュッと巻いてはいけません。簡単に言うと、この状態でふわっと巻くようなつもり。膝の上に置くときも、片手は添える程度で、右手一本で巻き上げるつもりで、自然にこちらへ引いていく感じで、絶対に絵自身に負担がかからないようにすることが大切です。この状態にした中で、かける前にすることは、先ほど申し上げたこの風体を一度まっすぐに伸ばすことです。この風体がきちんと扱っていないと、かけた時に風体がヨレヨレになっている時があります。ここまでにして、一度このつゆのところで止めます。この状態まで来ましたら、この多頭の巻き紙を外して、
ここで初めて矢筈にかけてふわっと持ち上げる。これで床の間へ行くという形になります。ここから本床にかける作法になります。申し上げたように矢筈をここへ備える。必ず軽く添えて床へ進む。あらかじめ用意した掛け軸の高さを決めるものはやってありますが、ピタリというわけにはいきません。右上がりです。一度これで良いかなというところでかけます。左手は添えたまま。矢筈を置き、そっと下ろすようにまずかけます。一つの掛け物でも脇に置く主なるもの、盆栽や水石、その内容によって掛け物の高さは変わります。一度必ず本来の鑑賞する場所から見て、高かろうか低かろうかを確認します。この掛け物は日輪です。少し高めが良いなと思ったとき、掛け直しの作業になります。本床ですと、吊り鍵が3つあります。一度これを脇に備えて、この時に必ず軽く中回しを押さえて動かないようにします。仮掛けをして、自在の高さを外して変えます。日輪なので、もうやや高くというところですね。軸の高さを理想に変えたところで、もう一度同じような持ち方で本飾りにかけ直します。軸が曲がっていないかどうか、風体がそれで良いかを確認して、これで掛け物の仕上がりです。ここで初めて先ほどのように水石なら水石を飾って石が完成します。掛物の高さ、バランス、そこに飾られる石や盆栽の置く位置、これを確認して飾り込みの完成となります。このように完成したという段階での水石の掛け軸飾りがあります。安倍川の藤枝石、そこに合わせた金色の光を帯びる日輪、近代日本画を作り上げた横山大観という著名な画家のものです。表具、しつらえの状態、すべてに完成度の高いこの作品と石が合致して石ができていますが、大切なルールをお伝えします。掛物の終わりとこの卓の終わりが正面から被らないこと。合わせて石の終わりと掛物の終わりが被らないこと。これを俗に言う中込みの飾りと言います。日本の文化の中で生まれた作法は、柄が被る。物の形が同じになる。一つのところで同じになる。これを嫌う場合が多いです。調和と空間。これが日本の飾りの基本になっていることも、この状態からお分かりいただけますでしょうか。それではこれから飾ったものを今度は床から
下げ下ろす、その作法をご覧に入れます。箱にしまうまで、これが掛け軸の取り扱いの一連となります。まずは床に上がり、一度矢はずをそっと置き、両手で掛け物を上げます。よく下から巻く人がいますが、それではありません。まるで吊るように、そこから巻き上げます。つまり、掛け物に負担がかからない。これが大切なんです。少しずつ緩いままで絵の一番大事な部分を避けるようにしていきます。そしてある程度までいったらこの緩みを巻きながらスーッと少しずつ締めていきます。決して強くは締めません。ふわっとこれが止まる。このぐらいで結構です。そして一番絵の大切な部分を避けたと思ったらそっと手を添えて掛け物を外します。この時点ではとても注意するのがこの姿のままで降りていくことになります。ですからご自分に合ったこの長さ、長すぎてもたるみます。短すぎても扱いづらいです。左から降り、そしてそっとここへ前を下ろします。で、下でやってもいいんですが、力をかけないというやり方の時は、先ほどと同じように膝頭に乗せて、まるでこう、ゆっくりと引いていく形でやると力がかかりません。風体は、まずは向こうへ避けます。必ずこの両脇が揃うように少しずつ指で揃えながらやります。ここで風体を元の通り送り込みます。この時に丁寧に扱っておくことが次にやる時に風体を傷めません。そして縛り紐をする時の前にこの多頭紙でその部分を保護します。このようにすることで、この紐をかけたときに絵自身に負担をかけません。こう巻くのではなく、ご覧になってください。ゆっくりと乗せるように掛け物を回せばこの紐で縛り込む形ではなくて、そっと巻くだけになります。これで十分なんです。そして一番簡単なやり方が下に差し込んでこちら側に留める。茶道の世界などではもう一段難しいものもありますが、しまい込みはこれで十分に掛け軸を守ってくれます。そして入れるときよくご覧ください。中が同じ太さのバランスの軸押さえではありません。必ず片方が幅が広いんです。必ず太い方がこの始めの部分になります。下ろすときも必ず片方をつけて、この上の飛び出た部分をやや上に向けてここでいきます。この時トンと下ろすといけないので、その時にこう軽く持ちます。ポンと入れて、これで終わり。そして上蓋を開けた時と同じようにこう締めるのだ。まずは向こうの中でほっとはめて、スーッと滑らせてポンと置きます。この置き方で完成します。二重箱の場合はこれに入れる、そういうことになります。取り扱い分かりましたでしょうか。さあ、今日のわびチャンネル、掛け軸の扱い方、いかがだったでしょうか。一旦の例だけをお伝えしました。基本だけです。掛け軸はその時代時代、多
大切に保存され受け継がれたその足跡、それによっても扱い方が違います。一番大切なのは絵を保護してあげよう。大切な出題を傷めないように扱おう。その心がけが何よりも大切です。ぜひご自分の家で、ご自分の趣味で修練と思って何度もなさってみてください。そのうちに、この人掛け軸扱い慣れてるなっていうとこへ届くんではないでしょうか。今日もご視聴ありがとうございました。アーカイブスも含めてぜひチャンネル登録をなさってご覧になってみてください。ありがとうございました。